はい。それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。どうぞよろしくお願いします。今ちょうどね、ライブで、これウェザーニュースっていうライブなんですけども、こちらの方でね、今日は中秋の名月っていうことで、お月さんがね、綺麗に映ってるんで、ちょっと最初に出してみました。音がね、出てないんですけど、これも大丈夫ですよね、きっと。音が出てると信じています。シメディ、はい、こんばんは。どうも、シメジーさん、よろしくお願いします。定時で、ありがとうございます。今日ね、中秋の名月ということで、ハーベストムーンですね。こっちの方ではね、ちょっとまだ天気あんまり良くなくって、台風が近いのかな？なんかムシムシすごくしてますよね。シメディ、関東もよく見えてます。そうなんです。いやー、これがね、こっちはまだちょっとムシムシした感じで、あれですけど、よかったですね。はい。カメラはね、最近ちょっと、花とか、撮ってないんですけども、また撮りに行こうかなと思って。で、この月とかも、写真が好きな、結構撮ってたんですね。カメラが、望遠レンズみたいな、ちょっとこう、ラッパみたいなね、レンズを使って撮ってたんですけど、意外に今って、スマホがすごいカメラがしっかりしてるから、もしかすると iPhone の13とかあたりとか、Android とかでも結構綺麗に月撮れるんじゃないかなって思いますね。昔はね、そんな撮れなかったんですけどね。こう、癒される感じでありますね。はい。それではですね、今日は、シメディ、よく見えてましたですね。今見たら雲に隠れてます。そうだったですね。ました。確かに。ちょっとね、天気が崩れてきたっていうか、ここまた台風12号かなが来てるみたいなんで、変わりやすい天気っていうか、あっという間になんかちょっと暑さというかね、がこう、なんていうかな、雷雨とかね、天気がこう変わりやすいことになってきながら、こう、秋に向かっていくのかなっていう感じでね、知らない間にね、夏がこう過ぎてきた感じはしますよね。はい。はい。今日ですね、久しぶりというか、今日の特集は、高校生の、僕も教育関係に、勤めていて、やっぱ気になるところっていうか、自分たちは、こうやってね、お金の勉強をこちょこちょこやってるわけなんですが、じゃあ今年から家庭科でね、実施されている、金融教育について、ちょっとね、いろいろ授業をやってる様子とかがね、動画があったので、ちょっとそういうのを見ながらね、今の、こう、金融教育っていうのを、子供たちにどういうふうにね、伝えていってるのかなっていうのを一緒にね、勉強してる。どうも、お花さん、よろしくお願いします。していきたいなと思います。はい。もちろん、パフォーマンスもね、今週1週間のパフォーマンスもお届けしていこうかな、お話していきたいと思います。最初にですね、ちょっと、面白いものをちょっとまたお見せしたいと思います。中秋の名月。ちょっと消して。アニメ、大人のアニメって皆さん見たりします？僕ちょこちょこ、見たりするんですけど、これ、僕はアントンという方、結構ね、面白い、漫画、大人の漫画というかね、やってるんですけども、で、この漫画がですね、今回ちょっと仮想ですけど、もし、お金に使用制限があったら、どうなるのかっていう、インフレのなんかすごいやつみたいな。これ想像ですよ。とてもこの方ね、切り口が面白いというか、大人の漫画で面白いなと思って、5分ぐらいですけど、題材は、
お金に使用期限があったらどうなるかっていうものですね。ちょっとね、紹介していきたいなと思います。ちょっと見てくださいね。俺はアントン。エミリー、どうしたんだ？俺はアントン、便利屋をやっている。ある日事務所でエミリーが泣いていた。何かあったのか？これ見てください。エミリーが差し出してきたのはお札だった。1万円札じゃないか。これが何か。1万円札の右上のところを見ると日付が書いてあった。そのお金の使用期限が迫ってるんです。お疲れ様です。エミリーさん、どうしたの？アレックスもやってきた。エミリーの持っているお金の使用期限がもうすぐらしいんだ。先月からお金に使用期限が設定されたんだったよね。先月この世界に2つの法律ができた。現時点で手元にあるお金の使用期限は1ヶ月後であること。これから手に入れるお金の使用期限は手に入れた時点から1ヶ月後であること。私、すっごく可愛いバッグを見つけたんです。前に言ってたやつか。普段はブランド物に興味ないのに、あれだけはすごい欲しがってたよね。そうなの。お金の使用期限が設定される前からちょっとずつ貯金してたの。でも売り切れちゃって再入荷が1週間後なんだって。それじゃお金の期限が切れちゃうわ。そんな。かわいそうにな。そこで俺は気づいた。今持っているお金の期限っていつだ？ 3日後ですよ。やばい！そう、俺も老後のために今までコツコツ貯金をしてきた。その額1000万円ほど。すっかり忘れてた。あと3日で1000万円使い切らないと全部ただの紙切れになるぞ。仕方がないので俺は買い物をしまくることにした。とりあえずお茶とコーヒーと文房具も買っておくか。まずは会社で使うものを買ったが安いな。これじゃ全然なくならないぞ。いい機会だから欲しかったものを買っちゃえ。俺は趣味である釣り道具をガンガン買った。しかしダメだ。とても1000万円なんて使い切れない。お金はさっぱりなくならなかった。1000万円よく使わないとただの紙切れにな積み立てたる。な。それだけは避けたい。この壺を買うと運気が上昇するんですよ。じゃあもらおうか。そこのお兄さん、もしかしてお金が使い切れなくて困ってるんじゃないの？このブレスレットを身につけたら成功者になれるんだよ。おお、買おうかな。よし、1000万円使えたぞ。結構無理やりだったけど。おはようございます。なんだこれ。おはようアレックス。なんですか、ツボっていうとこがまたこの山は。おはようございます。何なの？何々協会ですね。いや、実は俺結構な額の貯金があってさ、期限が迫ってただろ。なんとか使い切らなきゃって思っていろいろ買っちゃったよ。アントさん、何やってんすか。事務所が物で溢れ返ってるわ。1ヶ月後。しののめしののスパチャめ、ありがとうございます。あ、お疲れさんです。ながら聞いてますやだよ。近頃アレックスはドライブドライブ配信者として成功していいやた。ー、いいっす今ね。月はものすごい収益だ。エミリーさん、規制してないですよねよかったらバッグ買おうか？本当に？だってお金いっぱいあるから使わないと。よし、今日は豪勢にフレンチだ。うちの家電を一新しちゃおうかな。アレックスは湯水のようにお金を使ったが、使用期限が来ちゃった。なんかうまく使えなかったな。8割ほどのお金が余り紙切れになってしまった。ライブ配信でいっぱい稼げるけど、使い切れないなら意味ないような。なんかやる気が出ないや。アレックスはそのうちライブ配信をやめてしまった。一あー方その頃俺はこの前貯金を全部使い果たしたからな。カラカンだ。しかも今月はほとんど依頼がなかったから新しいお金もない。家賃すら払えないよ。そう、お金に使用期限があるこの状況では貯金は意味がなく、安定した現金収入こそが正義なのだ。便利屋は収入にムラがあるからな。困った困った。世の中はありえないほど景気が良くなっていた。みんなお金を即使うようになってるからな。先月の俺みたいに何にお金を使ったらいいかわからない人も多いんじゃないか。期限があるからみんな使うようになっちゃうんだ。そうだ。俺は新たな仕事を始めることにした。それはお金の使い方アドバイザーだ。
お金は貯め込むと価値がなくなってしまいます。だから手に入れたらすぐに使いましょう。でもちょっと待ってください。皆さんは賢い使い方をしていますか？世の中にはお金を貯めるのが好きな人が多い。だからいざ使えと言われてもうまく使えない人が大半なのだ。なるほど。アントンさん、アドバイザーとして引っ張りだこですね。俺が書いた本も飛ぶように売れてるよ。いいところに目をつけましたよね。しかしまた物が増えてる。安定して稼げるようになったけど、結局俺もお金を使わないといけないんだよな。どうして人にアドバイスするのはうまいのに、自分のお金の使い方はいまいちなのかしら。俺が聞きたいよ。誰か賢いお金の使い方を教えてくれ。っていうシミュレーションゲームなんですけど、どうでしたこの若者はシルビーという名前でゲームクリエイター。そういうことか。面白かったよ。でしょ？シルビーは上司にボツにされたゲームを遊んでみてほしいと依頼してきたのだ。なんというか、すっごいリアルだった。そこが売りなんです。ただ、このリアル感を出すために商品化するとしたら10万円くらいになっちゃうんですよね。だから上司にボツにされたわけですが。なるほど、確かに高いな。現実にはお金の使用期限はないからな。ほんと出せる金額じゃないね。ですよね。でも諦めないでこれからも面白いゲームを作ってくれよな。ありがとうございます、アントンさん。というフィクションでしたね。はい。ちょうどね、このお金に使用期限があったらどうするかっていうことなんですけども、どうですかね。なんか僕、見方ですけど、こう、インフレのすごいやつっていうか、使用期限っていうか、お金に、すごいもうインフレがすごくなっちゃって、価値がなくなってくるっていうことがもし起こったら、昔思い出しました。なんか、インドネシアかなんかインフレがすごくって、価値が、もうなんていうか100倍になったりとか、すごいインフレが起こったりとか、まあ、新興国ではここまで極端じゃないですけど、そのお金の価値っていうのがすごく変わったりしますよね。そういう時に、今の投資とかっていうのはやっぱりお金っていう今、ある程度その価値が保証されてるからみんな、シメディ、ジンバブエドルが思い浮かびました。ジンバブエドルかありましたね。そうですね。はいはいはい。だからまあ、このインフレの話って、まあこれ極端ですけど、まあ日本って、今こういう価値があるから積み立てしたりとか、まあ日本円が今円安でね、価値がちょっと安くなってるから、まあ外国の資産持った方がいいよっていうことですけど、もともとそのお金っていうのの価値っていうのは、やっぱ信用のもとによって成り立ってたりとかね、こう考えられることなんで、やっぱりこう投資をしている私たちとかお金を勉強している私たちにとってはこういうこともね考えるのかなという、まあ、世界ではこういうことを実際考えている人もいるかもしれませんしね。まあこういい題材だなと思いましたね。はい。まあお金のこととかでいろいろこうちょっと切り口で、面白いものがあったらまた紹介していきたいなと思っております。はい。いやーまあね、使用期限があったら皆さんどうしますあとお金が1ヶ月後日本円が紙くずになってしまったらなんて、ねえ、どうですかね。ちょっと想像しにくいですよね。はい。それではですね、今日の、今週のパフォーマンスをね、先にちょっとお話をしていきたいなと思います。パウエル議長のなんかインフレの記事が今出てますけどね。はい。今日久しぶりにチャート分析もちょっとしてこうかなと思っております。特に世界の ETF とか、テクニカルのところで、久々にちょっと話していきたいなと思います。ちょっとでかいけどこれ見えるのかな？今ちょっと画面をね、変えました。でかく。はい。見えればいいですけどね。全画面表示にしてるんですけど。はい。それでは、金曜日の、株式市場から簡単に説明しますね。
金曜日ナスダックが 2.11 っていうことで反発して12,100 まで戻しました。特に、昨日の3時ぐらいかなぐらいから一気にね、戻してきた感じです。SP500 も久しぶり4000の大台に乗ってきました。SP500 は金曜日はずっと右肩上がりで、戻ってきた感じです。とにかく4000の大台をなんとか戻した感じであります。ラッセルもいい形。半導体もいい形。ただ、2年債、米国の2年債がまだ金利がね、3.5 ということで、まあまあ高い位置に推移しております。10年債が 3.31 になります。ただ、金利がまだ高いんだけど、とりあえずは、VIX の恐怖指数は 3.47% ということで、ちょっとだけ落ち着いた22という位置にあります。はい。アメリカの金曜日は、全体的にはそんな感じでした。こっちついでに右が見えるのかな？こっちで見ていきますか。CFD の世界の、金曜日、ユーロ、イギリス、ドイツ、ともにプラス、ドイツが 13,000 を越しました。やっと。はい。イギリスが 7,300 ということで、ユーロも 3,500 という形で、まあ、やっとこの水準かって感じですね。ちょっとね、ほんとユーロ圏はね、今後、どうなんでしょうね。伸びていくのかな？なんかすごく、まあ日本と同じじゃないですけど、だいぶ先進国の中でもユーロ圏は伸びとかもなんか鈍化してきましたよね。そんな感じはします。まあ、他に主だったところで、金曜日良かったのがイタリアが 1.92 ということで、あとオランダが 1.72、からギリシャが 1.93、ポーランド、なかなか紹介しないですけど、このポーランドが 4.17 という推移してます。フィンランドも 1.61 ということで、ノルウェーが 1.83、北欧がいい形で金曜日は来ておりました。トルコ、最近トルコいいですね。2.44 でしたね、昨日は。はい。という世界の、アジアをちょっとまた紹介しますね。ここ、ユーロ圏でしたんでね。ドバッと。はい。こっちから行きますね。日経 28,200 か。まあ、安定してますね。28,000 から、27,000 から 28,000 安定してますね。はい。でした。マザーズも、マザーズいいですね。2.42 ということでした。それからちょっとこちらの方飛んで、インドですね。17,800 ということで、まあ、高い位置をキープしております。18,000 までもう間もなくですね。それから、ベトナムがちょっと上げてきました。この間紹介しましたけどね。インドとベトナム。ベトナムが今ちょっと底打ったかなという動きもしております。はい。なんで僕もちょっと今ベトナムにはお金入れてます。はい。シンガポール、インドネシア、特に大きい動きはありません。カナダ、メキシコ、ブラジルボベスパ、アルゼンチン、いいですね。金曜日は世界的に全体に良かったかと思います。ちょっと戻りますけど、上海、中国上海が 0.82、最近、上海総合指数、安定してるっていうか、あんま動きがないですね。はい。その代わり、香港の方がだいぶ落としてきたものが、昨日は反戦指数が 2.69 ということで、まだ 19,300 という位置にあります。まだまだ香港もまだですね。はい。はい。世界の動きはそんな感じでした。コモディティいきます。コモディティ、ちょっとここだけですけどね。ダウ指数が 2.15 ということで、昨日のコモディティはだいぶ全体的に上げていたと思われます。ゴールドが一時期1720まで
29まで上げて、まあ、今、1716という位置で終わりました。シルバー、プラチナ、パラジウムともにちょっと上げている形です。原油が昨日はポーンと上がりましたね。珍しいですね。原油がこんだけ反発して上がって株価も上がった日っていうことですね。はい。うん。原油は多分上がったのは下がりすぎたかな？ちょっとテクニカル上見たいですけどね。はい。天然ガスも 8.0 まで落ちましたね。はい。落としました。ガソリンは上がってますね。それからソフトコモディティがちょっと大豆、コーン、小麦となんかちょっと動きがレンジからまたちょっと上がってきているので気になりますね。あんまりこのソフトコモディティで上がると、やっぱりアメリカのインフレ指数が気になりますよね。こういった原料が上がることによって物価高騰にやっぱつながっていくので、日本なんかもろに小麦とかがね、上がっちゃうと、もろに原油と小麦が上がるともろにインフレっていうか物価高騰になりますのでね。はい。そんな形です。ちょっとこのソフトコモディティ見てみたいと思います。はい。あと仮想通貨ちょっと見ましょう。今動いているですね。仮想通貨動いてるって言うと金曜日が結構動いていたんですけど、今日はそこまで動いてませんが、ビットコインが久しぶりに300万円の大台に乗ってますね。ドルで言うと24,000から3,000ドルぐらいですかね。あたり。イーサリアムも、ドルだと1800あたりかな。そうです。今、140円ですもんね。はい。140円計算ですもんね。だいぶ計算しにくくなりましたね。はい。そんなに動きはないですね。はい。もっと下がるかなと思ったんですけどね。来週あたりまたわからないですね。とにかくアメリカ経済と連動してますのでね。はい。という形です。それでは、SP500 の、パフォーマンスも合わせていきましょう。金曜日ですが、綺麗な緑色でした。大型株もいいですね。アマゾンが 2.66 でした。テスラが 3.6 プラス、メタが 4.38。メタ金曜日良かったですね。面白い動きしてますね。169まで行きましたね。はい。大型株が引っ張っていた。半導体もぼちぼち。底を打って一回ちょっと上がったかなっていう動きをしております。NVIDIA、クアルコム、AMD ともに、ちょっと底を打ったような動きもしております。エネルギーも良かったですね。はい。シェブロンもいいです。はい。逆に昨日は悪いっていうかヘルスケアがそんな伸びなかったくらいですね。はい。じゃあ、1週間のパフォーマンス見てみます。はい。これ1週間になります。1週間では、アマゾンとテスラが良かったんですね。この1週間。一番良かったですね。8.13 です。金融系も悪くないです。ちょっと広告で見えないですけど、JP モルガンが 4% プラスでした。金融系は良かったです。シメディ、緑が多い。本当ですね。久しぶりにこういうちょっとホッとした1週間だったかな。金曜日で巻き返した感じですよね。はい。と思います。はい。それではワールドの方、世界の方ね、見ていきたいと思います。いいのかなこれで。ワールド。ネッツさん、年末まで上げ上げいくよ。珍しいですね。ネッツさん、どうもお久しぶりです。よろしくお願いします。
はい。こう、音が出るようになって、だいぶ光ファイバーで、安定してきましたので、なんなりと、いろいろ喋ってくださいね。ご無沙汰です。年末まで上げ上げで言ってほしいですよね。はい。本当思います。まあ、こんだけ下がってきたからね。まあ、積み立てしてる人たちはやっとこう、ちょっとホッとしてもいいのかな、どうかなと思いますけどね。まあ、こっからね、また S&P とかがね、3800、700とか行くともう、なんだよって思うかもしれないですけど、とにかく4000はキープして、ね、バイデンさんの、再選どうなるかによって、ちょっとね、投資家の皆さんにご機嫌を伺いつつ、ね、昨年とね、同じぐらいの最後パフォーマンス4600から700いけばいいなぁなんて思いますよね、密かに。はい。はい。世界の方ですけども、1週間で、カナダがいいですね。アメリカと連動してますね。カナダが良かったです。逆に中国はやっぱりうずついてましたね。ハイテクが悪かったですね。ジンドンが 4% マイナスでした。そうですね。アリババもぐずついてました。はい。でも台湾セミコンダクターは1週間でプラマイゼロですね。日本はトヨタもほぼプラマイゼロ。ソニーが悪かったですね。はい。まあ、日本はちょっとくすんでる感じです。はい。ヨーロッパは、まあまあいいですね。イギリス、まあまあいいです。そうですね。ヨーロッパもまあまあ良かったですね。はい。で、こう見ると、1週間で言うとアジアがあんまり良くなくって、アジアが変わらずですね。で、他がちょっといい1週間だったかなという感じに見えます。はい。ではですね、久しぶりにチャートの方で、ちょっと紹介していってパッパッと形をね、見ていきたいなと思います。4時間足で見ていきましょう。世界の ETF を見ていきたいと思います。4時間足ですので、だいたいこのチャートの方の動きが、パッと見た形で2、3ヶ月の動きと考えてください。では行きます。最初。チリです、これ。このチャートの形を見ていただければと思います。上昇トレンドですね、チリは。4時間足で8月からチリの ETF は上昇トレンドにいるかと思います。ちょっと俺のなんか邪魔ですね、レバレッジ24が。次行きます。インドネシアです。いいですね。まあ、パッと、チャートってやっぱりパッと見れて、だいたいこう方向性が見えるのはいいですね。短期だとこんな風にね、わかりづらいですけど、長期で見るとパッと見わかりやすいです。インドネシアの方が7月ぐらいを底に、上昇トレンドに戻ってきました。はい。次行きます。フィリピンです。フィリピンは、この、ちょっと1ヶ月は実は落としています。コロナ明けでどうなのかなと思ったんですけど、フィリピンは逆にちょっと不安要素が出てきてるというか、デッドクロスしてますね、ここ。はい。次行きます。EWA なので、オーストラリアですね。オーストラリアもちょっと今、資源の関係というか、ぐずついています。パッと見、4時間足でこうね、皆さんは、これを三尊天井と見るかどうかですけども、こう、三尊天井からストーンと落としているような動きもしております。次行きます。カナダです。EWC です。カナダですけども、アメリカとチャートの形は似てるかと思われます。一回底ついて、9月の7日一回底ついて、上昇トレンドに入ったかなという形。やっぱりカナダもこの3ゾーンから一回落として戻しているので、このネックラインになる 34.9 という位置。今ちょうどそこにね、ついてるので、ブレイクするかどうかの位置におります。
来週戻ってくると、だいぶ違いますね。アメリカの SP500 も4000をサポートして、上がっていけば、ね、いいですけど、一回先週4000割ったので、戻ってきにくいかなと思ったんですけど、なんとかブレイクしましたね。はい。次行きます。次がスウェーデンですね。久しぶりスウェーデン見ます。いやー、なんかやっぱり、あれですね。ヨーロッパはまだウクライナの関係かわからないですけど、だいぶ、そこから上がってきにくい位置にいますね。はい、スウェーデンもなかなか、ちょっと金曜日良かったみたいですけど、それでもまだまだ下がってちょっと戻したぐらいです。次行きます。イタリアです。イタリアもちょっとぐずついて、金曜日上げましたけど、ぐずついてるチャートになってます。イタリアもね、今、23.8 という位置なんですが、30ぐらいまで一時期あったんですけどね。なかなかヨーロッパ戻せないですね。はい。次行きます。ベルギーです。久しぶり見ますね。いや、ベルギーめちゃくちゃ下げてますね。いや、ちょっと良くないですね、この形。はい。ベルギーはだいぶ落としていて、ずーっと売りが続いている状態であります。これもう半年ぐらい下落トレンドですね。はい。ベルギーはちょっとこんな動きをしていました。次いきますね。EWL は、ネザーランドなので、なんだったっけ？ど忘れしちゃった。あれ？スイスか。はい。スイスですけども、ちょうどネックラインまで戻ってきましたね。41.6。ちょうどここのあたりですね。はい。ブレイクするかどうかです。だいぶ戻ってきましたね。はい。次行きます。EWM。これはマレーシアですね。東南アジア行ってます。東南アジア、マレーシア、だいぶレンジからの、そうですね、抜けてくるかどうか。うん。マレーシア復活するかどうか。マレーシアの最高値が、最高値じゃないな。こっちもコロナ前がすごい高いもんね。コロナ明けてから戻ってきて、ここが今、直近のピークですね。8月11日が22という位置にあります。22.8。今 22.3 ということで、レンジからどうなっていくかですね。東南アジアは少しずつ戻ってきてる気はするんです。フィリピンが悪かったですね。はい。次、EWN。これはですね。あれ？オランダかな？はい。オランダになります。ちょっとごめんなさい。順不動になってますけども。オランダまだ金曜日戻してますけど、ちょっと良くないですけど、まだまだ登ってくるといいですけど、ちょっと金曜日かなり上げてますね。はい。次いきますね。EWT で台湾ですね。台湾戻ってくるでしょうか。半導体ですね。半導体次第。台湾セミコンダクター次第ですが、ってとこですね。韓国と共にちょっとまだまだ鈍いですね。まあ、しょうがないですね。半導体と共にですから。はい。次。EWW でメキシコですね。メキシコだいぶいい形になってきてます。はい。8月16日からこの9月まで2週間下げてきたんですけど、だいぶ戻ってまいりました。現在 46.6 ということで、だいぶこれ、はい、レンジブレイクしそうな位置に来ております。はい。まあ、アメリカ経済とはちょっと違うと思うんですけどね。はい。はい。次、いきます。EWY。韓国ですね。韓国気がつきゃ久しぶり見ましたけど、もう55なんですね。
いやー、韓国いいかなと思ってた時期ってもう、から半値ぐらいですね。もうずっと、いつか戻ってくるだろうと思って、まだ日本の方がマシですよね。韓国の、ちょっとこう、変な話、見てもらうと、去年のピークあたりが、90ぐらいあったんですよ、指数が。もうほんと見てください。これちょっと、こんな言い方ですけど、もうすごい綺麗な下落トレンドですもん。はい。なかなか韓国きつい。ちらほら記事がなんか出てますね。別にインフレじゃないんですけど、韓国も今、金融関係でちょっと苦しんでるんじゃないかなと思います。はい。次行きます。EWZ、ブラジルですね。ボベスパになりますか。はい。ブラジル、なんやかんや言って高い位置に来ております。はい。一番低い位置が今年の7月を拠点に、7月21日から拠点に上昇トレンドに来ております。ブラジルは、まあ、とにかく資源の関係もありますけど、どうでしょうかね。レンジブレイクするかどうかという位置に来てます。次、南アフリカ EZA になります。南アフリカはね、ちょっと僕期待をまだ裏切られてるので、だいぶ低い位置にいますね。はい。オミクロンから復活してくるのかなと思いきや、またちょっとなんか、ドーンとね、この8月からまた落としたんですよ。はい。なかなかこう、新興国でね、期待してるんですけど、厳しい。まあ、金曜日は 3% ほど上げたんですけどね。まあ、ちょっとまだまだ、長期で見るには見たいですけどね。上昇トレンドになってくるといいなと思ってます。次、THD で、タイですね、これは。タイも、レンジブレイクしていくかという位置に来ています。はい。高値をもうちょっとで上抜けるかどうかです。はい。タイが密かにいいですね。形はいいと思います。はい。はい。最近ちょっと気になってるここ TUR。トルコですね。見てください。久しぶり。上昇トレンドです。ね。去年の SP500 みたいに感じです。ピューっと。7月からずーっとひたひたと上がってきてるので面白いですね。でもトルコってチャート見てっていつも思うんですけど、ひたひたと上がってきてズドーンと落とすんですよ。なんかすごい怖いです、ここ。ズドーンと落とすので。はい。まあ、ちょっとなかなか投資しにくいですけど、でも、面白いですね、ここずーっとトルコは。はい。最後。ETF 最後ですね。ベトナムになります。おすすめしたところ。おすすめしたっていうのは、この今のこの底のある、このあたりですね。はい。前回かな。インドとベトナムを紹介したときはちょうどこの位置ですね。ちょっと上がってきてますけども。でも、だいぶ、まあ、お買い得というかだと思います。僕的には長期で見てもらうと、そうですね、20ぐらいまで見ていくといいかなと。まあ、こう、ちょっと長期で見るとこんな感じになってますけどね。はい。ベトナムは、まあ、おすすめしたい、とこですね。なんで、前回同様 CFD でちょっと積み立てて、レバレッジ低めにして積み立てていくと面白いじゃないかなと思っております。少額でできますのでね。はい。ということで、今日久しぶりにね、ETF、世界の ETF について、解説をしました。はい。それではですね、今日、後半の、金融教育というか特集の方ね、行きたいと思います。だいぶ喋ったな、今日。なんか、競馬の予想じゃないですけど、テクニカル喋るとあれですね。あでこで言いますね。あれますね。あ、違う、これ。何もなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。ですね。はい。まずですね、この動画を見る前に、こちらの記事をちょっと見てください。皆さん、まあ、興味あるかわかんないですけど、一応、
僕、教育関係ということで、今年から始まった、家庭科の中の金融教育。で、このテーマなんですけど、ブログの記事が、生徒が興味を持つ事業はどうしたらできるっていうことで、これとってもこの金融教育はいいことなんですけど、授業の仕方が、これですよ。生徒の参加型っていうか、今ちょうど話題になってるんですけど、何が話題になってるかっていうと、こういう知識を詰め込む授業ではなくって、生徒に考えさせたり、参加させたりっていう授業、このやり方っていうのが大事っていうか、本当に今も学校の方ではこう問題になってるっていうか、やっぱり知識詰め込んでやる受験のための勉強っていうのは役に立たないんではないかと。で、こういう金融教育であったり、外国、そうですね、語学とか、そういう大人になって役に立つ、学力っていうのをつけさせるために、どういう授業をしたらいいのかっていうのはやっぱり問題になってます。で、新しく入れるものって、英語教育もそうなんですけども、金融教育もやっぱり焦点になってるのは、授業スタイルというか、考えさせたりとかする、授業というのを目指している。ということが、理想ですね。確かにこれもし金融教育をやるのに、暗記だ、覚えろみたいなのやったら嫌ですよね、きっと。はい。ということで、ここにいろいろ書いてあるんですけど、2000万円問題だとか、学力指導要領とかね、バーっと書いてあります。はい。投資から、貯金から投資へってスローガン。いやー、岸田さんのスローガンは子供たちに伝わるんですかね。大人でも、はーって思ってるのに、貯蓄から投資へとか言ってね、やってますけどね。はい。それでですね、実は、学校によって、このお金ドリルっていう、ドリル教材もあるんですよ。今。はい。教科書の中だけじゃなくて、ドリル教材もあるんですよ。皆さん知ってます？これ大丈夫なんかうんこドリルって聞いたことあります？これ出るかな？うんこドリル。うんこドリル。これ YouTube 大丈夫なんでしたっけ？これすごい有名。小学生では有名で、結構このうんこドリルっていうのがこうね、出てるんです。で、これがですね、お金って入れるんですよ。うんこドリルお金。なんとですね、このうんこドリルがですね、最近ですね、この1年ぐらい前から、教材として小学校のドリル教材として書店で売られています。実は今日僕ね、家庭教師行ってる途中で見てきたんですよ。本当一冊でしたけどありました。で、今、小学校、中学校の本屋さんとかでも教材のところで、ちょっとだけですけども、お金のドリルとか、お金の教科書、池上彰さんとかも出してますね。他のものがちょこちょこ、置いてあります。なかなか見ないですよね。きっとこういう教育のところとか、棚って。でも、そのお金の、棚があるところの、隣のコーナーがもう金融の、書店というか、お金の関係の、本が並んでました。もう今年去年ぐらいから、ちょこちょこ、このお金のドリル、お金の関係のドリルは教材、教科書、それから、あと、SDGs の本っていうのがちょこちょこ置いてあるんですね。
まあ、そんな、形で、まあ、教材も出てきてるんですね。まあ、さすがにこれ、高校生ではこれ使わないんですけども。はい。で、このお金ドリルっていうのもありますと。で、じゃあここでですね、最初にアンケートがあって、生徒アンケートで分かった、投資について高校生の関心度というのがあります。で、お金について知りたい項目はどういうことですかっていうことで、だいぶバラバラになってますけど、一番多かったのが、生徒アンケートでお金について知りたいこと。将来いくら必要か。お金に関する人生設計っていうのが一番多くて 32.9% でした。はい。ちなみに、2番が、賢く貯める家計管理の方法。まあ、家庭科っていうこともあって、家計簿とか節約とかそういったことに関心があるというふうになっております。ちなみに私たちとかがいろいろくちゃくちゃ喋っている株や投資信託はっていうお話については、このお金の勉強についてはこの15.9% ということになりますね。はい。マニアックでは仮想通貨、スマホ決済、こっちでネット銀行、そういうのも 16.9% ありますね。はい。ということを知りたいということですね。はい。で、この教材がですね、さっきのお金ノートっていう教材ですけども、漫画で結構高校生なのに、こう、今、英語の教科書もそうですけど、だいぶイラストが出てますよね。漫画を紹介していて、例えば家計とかのその収入や、貯蓄や、まあ支出なども、選択でこう穴埋めになっていたりとか、見やすく、わかりやすく、ドリルとして、これ高校生ですよ。出てます。はい。大人なのにと思うんですけど。はい。これね。こんな感じです。なんか高校生らしい教材。だって、数学とか物理とか、ね、他の科目なんかこんなイラストがついて、こんな楽しい感じじゃ全然ないですよ。ね、知ってると思いますけど。もう、なんで、家庭科だけすごい柔らかくて、入試に関係ないから余計にあれなんですかね。すごい柔らかいんですかね。イラスト満載で。はい。こんな感じなんですね。はい。でですね、こちらの、ドリルなんですけども、ドリルをこう使って授業をしている、先生もいます。ただですね、ちょっと調査したら、この高校生の、金融について、どうやらちょこちょこ外部委託をしてるらしくて、やっぱ家庭科の先生、授業するの厳しい方もいるし、もっとお金の専門の方とかに、授業をしてもらった方がいいんじゃないかということで、ここはね、なんか裁量というかで、学校で家庭科の先生が教えるのもありだし、外部講師を呼んでお金の勉強をするっていうこともあるらしいです。調査なんか見たらね、半分ぐらい、それ希望を取ったのかな？半分ぐらいそうしたいと思ったのか。っていうことで、まあ、家庭科の先生から、やっぱりこう、なかなかね、こう、お金の勉強全部って大変だったので、これから、まあ、このお金の勉強だけじゃないと思うんですけど、その、学校のその外部委託教育って、大事じゃないかなって思うんですよ。思いません？もうこれ、俺だけかな、やっぱ、教育関係いるから。部活動とか、この家庭科だけじゃなくてね。あともう、英語の先生も、ちょっとこう、ぶっちゃけもう、なんか外国人の先生がやった方がいいと思いません？いや、受験のためだったら日本人の先生がいいと思うんですけど、つけるんだったら、なんかもう、ちょっとこういう言い方失礼ですけど、若い外国人の女性の先生が英語の先生やった方が、なんか伸びる
気がするんですね。俺だけかなとかね、外部委託してね。まあ、小学校とかはもうそういう ALT とかあるんですけど、中学、高校とか、その方が楽しいと思うんですよね。まあ、そういうことで、何が言いたいかというと、今回最後に、ある、動画をお見せしたいと思います。こちらの動画ですけども、YouTube なんですが、まあ、この方、有名らしいです。大河内薫さんと言って、ポストプライムにいたかな？どうだったかな、この人。税理士さんで、お金の教育とかもいろいろやったり、YouTuber さんでもあります。まあまあ YouTube でももう33万人いるので、まあまあ大きいですね。この代わり、シェアしやすいように、この動画は収益化しておりませんというふうに書いてあるんです。現場でお金の事業の興味のある方に、ぜひぜひシェアしてくださいということで、学校関係者の許可を得てアップしてますということで、こちらがですね、1年前、ちょうど、去年の8月14日にアップされてます。お金について何ということで、実際の方向で、行われたお金の事業ですね。10分ぐらいありますので、ちょっと自己紹介は省きますので、大きいとこだけね、ちょっとお見せしたいと思います。どんなことを喋ってるか、ちょっと見てください。じゃあ何の話をするかっていうと、今先生からね、お話ありましたけど、そしてまあ僕はお金の話って言ってるので、当然お金の話なんですよね。お金の話をします。お金の話ってみんなしますか？家とか友達とか。しますね。しますか？はい、素晴らしいです。で、今お金の話しますかって聞いて、いやいやするわけないよとかね。いやお金の話ってなんかしちゃダメでしょって思った人がもしいるとしたら、その意識は今日ガラッと変えて、お家に帰ってほしいなって思います。だから今彼がしますねって言ったのは、とっても大切なこと。だって一生付き合っていくお金だから。家族で子供とお金の話とかされますか、皆さんは。していきたいなと思います。ということで概要ですね。東雲さんとかはなんかちらっとするっていう話。ような話昔言ってた気がしますね。で、まあお金と誤解。まあ今もちょっと話したけれど、お金ってなんかこう日常で会話しちゃダメだよねとか、なんかニュースから聞こえてくるものってなんかネガティブなものばっかだよねとか、まあそういう誤解ってあるので、まあ誤解なんですよね、それってね。なのでそういうものをちょっと解いていきたいなって思います。そしてあと、お金は学ぶもの。学ぶものですよ、皆さんお金って。国語も学ぶし、数学も学ぶし、英語も学ぶと思うんですけど、お金も学ぶものですからね。東雲、折に触れて話してます。みんなは学んでます。そうですよね。はい。で、お金の知識がどういうふうに生きるかとか、どう人生を解決していくかとか、そういう話も最後できたらいいなって思ってます。はい。じゃあまずワークですね。いきなりみんなにちょっと考えてほしいんですけど、まあ、全然大して難しい話じゃないです。みんなの入り口の話ですのでね。教えてほしいんです。なので、お金のイメージ。ちょっと考えてほしいんです。隣、前、後ろ、全然喋っていいので。で、こんな機会ないじゃん。お金、いきなりさ、友達同士でお金の話をすることって多分ないと思うんですよね。渡す？だからこそちょっとしてほしくて、そのみんなのお金のイメージですね。どういうことなんだろう。回答例とか出さないと厳しいかもしれないですけど、生きていく上でとっても大事だなとか、あれば助かるなとか、なんかやっぱりそう言われてもあんまり話したくないんだよねとかあると思うので、もうちょっと話してほしいって感じですね。ちょっと相談を今してみてください。お金のイメージについてちょっと考えてみてほしい。今日ね、実は中学生に話したら、あんまりお金使わないから、中学生だとちょっとお金についてよくわからない感じでしたね。大好きですか、お金の話。素晴らしいです。お金どんなイメージありますか？やっぱ人間の本性を表すもの。人間の本性を表すもの、いいですね。なかなかそういう答えは出ないけどいいですね。確かに人間の本性を表すもの、そうだと思いますね。何でも解決できちゃうからね。お金欲しいって言って悪いことをする人もいるかもしれない。他に何かありますか？どうぞ後ろ。
うんうん。お金は何であり財力でもある。権力でもあり財力でもある。いいですね。いい答え多いですね。まさにですよね。なるほど。まさにですよね。税金の話は今日あんまりしないんですけど、僕たちは消費税払ってるよね。で、大人たちは収入に対して税金を払ってるんだけど、その税金は国がざっと集めて、日本のために使ってるわけじゃないですか。まさにこれお金って権力って感じしますよね。素晴らしいと思います。他に何かありますか？あと一人ぐらい。どうぞどうぞ。お金は人間よりも価値が重い。お金は人間よりも価値が重い。すごいな。人間よりも価値が重い。価値が重い。すごいな。哲学的な、いや、すごいですね。僕結構この質問はどの学校でもするんですけど、今の3つの答えはね、出てこないですね、なかなかね。すごい、なんか面白いなって思います。人間よりも価値が重い。果たしてそうなんでしょうか。これはもう人それぞれだけど、僕はなんか、なかなか難しい。でもそうだね。お金でできることの方がやっぱり多いですよね。人一人がやれることよりも、お金が解決することの方が多い。こういうのってなんかやっぱりじゃあ事業みんなちょっと手を挙げてほしいんですけど、お金っていいですよね。あんまりメモ取らなくても、こう見て、参加してくれるから。この人の YouTube よく見てました。そうなんですか。いい感じっていうのは。東雲さんいろいろ見てますね。お金って聞いてポジティブなイメージを抱く人。半々かな。じゃあお金ネガティブだぜっていう人。教育系 YouTuber さんになるのかな。でも、すごいですよね。じゃあ果たしてお金はネガティブなのか、ポジティブなのか、その話をしていきましょう。だからお金ってじゃあ何だろうって話なんですよね。詰まるところね。で、その前に、お金って何だろうの前に、ハサミって何だろう。ハサミ、チョキチョキ、ハサミ。これさすがに分かりますよね。多分ハサミは、使ったことない人はあんまりいないのかなと思います。もしいたらすごく申し訳ないけれども、もしハサミっていう、ハサミわかりますよね、皆さんね。じゃあハサミは道具だと思うんですけど、どんな役割を持った道具ですか？そういうことか。物を切る、そう、大正解。もう物を切る以外多分説明の仕方ないよね。紙を切るでもいいし、何でもいいんですが。これお金の話をするっていうより知識を入れるっていうことより、やっぱり役割を持った生徒たちにお金ってどういうもんだろうと。サラさんどうも。お疲れ様です。また12時ギリギリにお越しくださいましたね。今ちょうど高校生の日本のお金の授業をちょっと見てもらってます。もう分かっちゃったよっていう人いますか？ちょっと答えちゃいたいみたいな。難しいよね。じゃあさっきの流れでいくんだったら、アメリカと全然レベルは違うかもしれないですけどね、これ。日本だとやっとこれかぐらいな感じかもしれないですけどね。はい、どんな役割を持った道具ですか、お金って。とにかく高校生の子たちに最初にはお金ってなんだろうっていうところからやっぱり話さないとね。交換っていう能力を持った紙やコインなんですよ。お金ってなんかすごいあれば何もかも解決できそうじゃないですか。で、事実解決できるんですよ。大体のもの買えるし。でもその前にお金って紙とコインじゃないですか。1万円札って作るのにいくらかかるか知ってますか、皆さん。100円。お、いい、皆さんいい線です。20円なんですよ。で、1円玉作るの何円かかるか知ってますか？お、いいね。いいけど答えは出てないけど。2円ですね。1円玉2円かかるんですよ。だから価値で言ったら1万円札って20円の価値しかないし、1円玉は2円の価値しかないんですよ。でも僕たちは1万円1万円として使うじゃないですか。なんでかって言ったら交換っていうもうそういうルールで、そういう道具で使ってくださいってなってるからなんですね。そこでですね、道具なんですよね。だってハサミっていいイメージありますか？すごいなんていうかな。悪いイメージありますか？ハサミ。なんもないですよね。そう。わかりやすいっていうか優しいですよね。僕がこうやって切ってたら何も感じないですよね。でもこうやって突きつけたらみんなに危ないですよね。でもこの時ハサミって悪いですか？
サミは悪くない。ハサミ悪くないですよね。悪くないですよね。そう。いい感じになってきましたね。なんか算数で言うと足し算とはとか、引き算とはっていうところから喋ってるんですよね。みんなに感謝されて、お金を稼いでたとする。この時お金って。高校生にとっては本当になんか、どういうふうに思うんだろう。よくもない。そう。で、まあ、この人頑張ってるねって話。じゃあお金詐欺、オレオレ詐欺とかね、ニュースとかで流れてくるけど、オレオレ詐欺でお金をこう人から騙して集めてる人がいたときに、お金って悪いですかいいですかって言ったら、悪いです。お金は、今、そう、お金は悪くない。だってお金は道具だから。ハサミと一緒だから。そう。なるほどね。だから、道具っていうものは、そのものは中立なんですよ。常に良くも悪くもないってことです。だから、お金は使う人。それでいいか悪いかが決まる。つまり使ってる人がいい人なの悪い人なのっていうことですね。で、僕たちはこうニュースとかテレビとか雑誌とかインターネットのニュースとかでちょっとですね、時間もあれなので飛ばします。こう耳に入ってきたり、今イメージから言って、で、さっきね、感謝されながらですよね、当然。すごい。ここはですね、お金を稼ぐことは善であるというところを話してます。例えば家族とか友達とかとご飯食べに行った時、あとちょっとで終わりますね。最後お金払いますよね。ご飯食べた後。で、美味しかったら払って、ごちそうさまです。まあ、元気な声で言えなくても、美味しかったら感謝するじゃないですか。お金を稼ぐ善であるか。なるほど。3年生、卒業して、仕事をしていく人たちも。俺もなかなか普段考えないな。稼がなきゃいけない。その時稼ぐっていうことは、人に何か感謝をされるっていうことっていうのは覚えておいてほしいです。当然さ、僕もそうだけど、生きていくためにはお金は必要じゃない。食う、寝るところ、住むところ、そういうものをさ、稼がなきゃいけないから。だから必死になるのは分かるんだけれど、でもやっぱりすごいな。お金を稼ぐのがそうか。お金をもらってありがとうを集めるか。お金稼ぐってことはありがとうを集めることにもなるんですね。忘れがちですね。一番下、お金を稼ぐイコールありがとうを集めてる人なんだっていう、こういう見方もできるっていうのは覚えておいてください。ちょっと心が現れる感じがします。お金をすっごく稼いでる人は、ひょっとしたらこの人すっごくいろんなところから感謝されてるんじゃないかなっていうことです。ということで一旦まとめますと、まだ終わりませんよ、授業は。一旦まとめると、まずお金は道具ですってことです。これ覚えておいてください。なんかもうお金は道具なんだみたいな、もうその視点だけになるのもあんまり良くはないんだけれど、でも今までなかった考え方でしょ。多分お金は道具なんだっていう。だからまずはお金は道具だから良くも悪くもない、いろんな声が聞こえてくるけれど、お金は悪いものじゃない。だからお金に対してちょっとマイナスなイメージあるなっていう人多分半分ぐらいいましたけど、ちょっとそこはそうか、そういう考え方もあるんだぐらいにね、受け止めてほしいなって思います。使う人がいいか悪いかで決まるってこと。で、お金を稼ぐってことは、もしありがとうを集めてるんだったらいいことですよね。とってもいいことですよね。お金を稼ぐイコールありがとうを集めてる人もたくさんいるっていうかね、ありがとうをこう言われながらお金稼がないと長続きしないから。きっとみんな先生に対して絶対感謝する瞬間ってあるんだよね。その在学中、ここにいる間はなかなかね、そういう気持ち。よし、ちょっとここで止めますね。まとめのところを見ていただいて。これ実は動画がですね、前半と後半に分かれていて、後半がね、多分、この方税理士さんの関係もあって、年金のことについてね、後半話をしております。まあ、どうしようかな。今度、前半と後半があるから、後半やった方がいい気もするんですけど、今日は多分前半ということで、もうお金っていう定義について学ぶっていうことで、だいぶ緩めに、でも多分大切だと思うんですよね、きっと。お金っていうアクセントして。例えば、今僕中学受験の子でも、なんていうかな、作文とかの指導してたりするんですけど、もし小学生の子でもお金とは何だろうかっていう、例えばお題が出されたら、ほとんど書けるかどうか、どうなんですかね。
どれだけ想像力が働くかですよね。だから最初に多分、このお金とはどういうものかっていうのをいろんな視点から、価値とか、お金を使うことだとか、そういうことをやっぱりいろいろイメージをさせるっていうのはすごく時間とっても大事なことだなと思うんですよね。私たちだとどうしても大人だと、そのお金とは何かって考えるより、当たり前ですけども、すぐにお金を積み立てて増やすことってどういうことなのとか、もうそっちに行きがちじゃないですか。もうお金ってありきで前提で、有限なもので、みたいな。だけどやっぱ子供たちっていうのはもうちょっと最初に、こういった、定義っていうのはとても大事じゃないかなと思うんですね。で、こういった、ことって、高校生なんかは、他の科目でほとんど触れることないと思うんですよね。英語だってなんで英語が必要なのかな。ね。なんで数学が必要なのとか。物理とは何かみたいな。で、そういったお話って本当はやった方がいいと思うんですよ。ちょっと話逸れちゃうかもしれないですけど。だけど、お金の話も、こういう最初のね、大切なことをこう伝えてくれてるっていうことで、とても、この授業もね、含めて、これからの。タラフレイ RCE、ありがとうを言われることへの期待が先に来ると、やばそうですね。なるほど、なるほど。そうですね。期待が先に来ると、そうですね。思いますね。はい。そうですね。多分、子供たちに伝えたいことっていうのが、なんかこう、働くこととかで、多分僕、お金を稼ぐっていうよりも、働いて何かを得てるものを、これを感謝っていう形で何か伝えてる気はするんですけど、なんかこう難しいですよね。労働で、じゃあボランティアだったらどうなのかとかね。ありますよね。お金がなくても、誰かのために感謝されて働くっていうことは、ボランティアもありますからね。なんかそういうことも、こう、言いたいのかななんて思ったりもするんですけど、はい。とにかく、こう、これからね、新しい、こう、形で、いろんなものがこう入ってくるによって、こう、そのものとは何か、みたいなことを定義をして、授業をするってことは、今の子供たちのすごい大切だなと思うんですね。はい。ちょっとこれもしかすると後半具体的なことをやってるのを聞きたいなと思うので、もう一回、この高校生の授業についてのことをやってみてもいいかなと思います。僕だったらもうちょっとこうお金をこう貯めることとかも、この税理士さんのとこはやるのかな？他でももし、あったら探したいですね。学校の教育でお金の話、いろんな話ができると思うのでね。この先生って、税理士さんなので、多分、積み立ての話まではやらない気はしますね。まだ僕全部見てるわけじゃないですけど、年金の話はするみたいですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとまた、週2回ぐらいになっちゃうんで、来週木曜日あたりになりますけども、またね、トレードも含めて、またなんかトレードのこととかで動きがね、あったりしたら、またいろいろ、出していきたいと思うんですけども、今ね、なかなか、アメリカの株もね、難しかったり経済するので、トレードのことより、こういった、教育系のこととか、長期のこととかをね、なんかお話しすることが多くなると思いますけどね、いろんなことをまた見てね、一緒に学んでいけたらいいなと思います。はい。すいませんね。ネツさん久しぶりにありがとうございました。ぼちぼちYouTube でこうやって雑談。本当はね、もうちょっとこう雑談できるように僕もこう、うまくね、できればいいですけどね。そうなんですね。来週は名古屋に一泊してきます。名古屋楽しんでくださいね。味噌カツとか、はい。きしめんは美味しいですので。味噌煮込みうどん。手羽先。楽しんでいただけたらと思います。はい。皆さん本当に、今日も来ていただいてありがとう。またね、こうやって交流うまくできるようにね、だいぶ精度がね、良くなってきましたのでね。はい。僕もこうやってカメラ見て喋れるように練習したりとか、なんか、
こういう風に見てやるのがいいみたいですね。はい。なんかこう、コミュニケーション図りながら楽しくね、学んでいけたらなと思っております。じゃあ来週木曜日になると思いますので、23時からやりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。サラフレイ RCE